さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は横浜駅東口から徒歩11分、みなとみらいの入り口にできました複合施設ミュージックテラスの方に来ています。本日は2023年9月24日グランドオープンヒルトン横浜をご紹介していきたいと思います。こちらは不動産事業のケンコーポレーションが開発したエリアとなっております。K アリーナ、ヒルトンホテル、そしてオフィス棟、こちら3つでミュージックテラスを形成しています。それでは早速ヒルトンホテルの方に入っていきたいと思います。こちらは1階の正面玄関です。早速中の方に入っていきたいと思います。はい、目の前に螺旋階段が現れました。こちらはアールデコ様式のデザインと最新のデザインを取り入れた新しいスタイル、横浜デコスタイルを採用したデザインとなっています。そして右側に行きますとちょっとしたソファースペースがありますけれども、こちらでエレベーター3階のロビー階に上がっていきたいと思います。さて3階に着きました。エレベーターホール前はレストラン、こちらはメロディーとなっているようです。では奥に進んでいきましょう。こちら左側がフロントカウンターとなっております。とっても開放感があるフロントカウンターですね。そして右側もとっても素敵なウェイティングスペースとなっています。さて私旅蔵はヒルトンのダイヤモンドメンバーということでクラブラウンジでチェックインをしていただけるそうです。こちら通路をまっすぐ行きました。エレベーターに乗って5階の方に上がっていきたいと思います。はい、5階に到着いたしました。こちらエレベーター降りてすぐのこの通路、この奥にエグゼクティブラウンジがあります。では早速中に入っていきたいと思います。はい、まず入り口左側にですね、ライブラリーが用意されています。とっても素敵な雰囲気ですよね。こちら横浜はジャズにゆかりがある街ということで、ジャズのテーマを持ったですね、書籍を用意してあるそうです。とっても素敵な雰囲気となっています。さてラウンジ奥にはこのような大変大きなスペースがあります。約80席の大きなクラブラウンジとなっています。そして反対側の方にもまたデザインが違う空間があります。こちらは邸宅のリビングルームのような雰囲気ですね。足元までガラス張りの大きな窓がありまして、景色がとっても綺麗に見える空間となっています。またこちらのクラブラウンジの最大の魅力はですね、こちらウッドデッキのテラス席があることです。素晴らしい景色とともに楽しめるとっても素敵な空間ですよね。ただこちらは宴会場の扱いとなっておりまして、予約が入った時は使えなくなっております。逆に予約が入ってない時はこのようにクラブラウンジの客に開放されているようです。続いてこちらビュッフェボードとなっています。鮮やかなドーナツがとっても印象的ですね。そしてこちらにはスナック各種が用意されています。左側には大きな冷蔵庫、ガラス窓がついてますので分かりやすいですね。そしてこちらがコーヒーマシーン、ジュース、そしてですね、ニューヨーク発のプレミアムティーブランドハーネット&サンズの紅茶が用意されています。これはなかなかおしゃれで珍しいですね。そして冷蔵庫の中のソフトドリンクの種類の多さに驚きました。見たこともないようなね、そしてちょっと飲みたくなるようなドリンク、スパークリングウォーターなんかもありまして、本当に充実していると思います。さてこちらでラウンジを楽しみながらチェックインの手続きが終わりましたので、
それでは次に客室に行ってみたいと思います。それではお部屋の方入ってみたいと思います。ヒルトンのウッドの鍵でございます。はい、タッチ式で中入っていきたいと思います。はい、絨毯がとっても素敵ですね。重厚な絨毯でございます。はい、では早速中に入っていきたいと思います。はい、こちらはエグゼクティブプレミアムダブルのお部屋でございます。大きなベッドが1台あります。そしてこのですね、このベッドのボードすごいですね。クッションが入ったものすごく豪華なヨーロッパ調の雰囲気ですね。ちょっとヒルトンっぽくないデザインですね、最近のね、日本の。はい、全然違うホテルに来たような感じがします。エレガントな感じでございます。ベッドの高さもありますね。はい、そしてこちらに大きなテレビがあって、そしてこちらにデスクがあります。丸みを帯びたカーブのようなこういう、はい、デスクですけども、ちょっとヨーロッパ調な感じがいたします。このデスクマット私好きなんですよね。はい、そしてボールペンもね、ヒルトンのこれシルバーの見たことない新しいやつですかね。はい、そして大きな鏡があります。そしてビューですけれども、こちらリバービュールームとなっておりまして、横浜駅の方面ですね、そごうが見えます。はい、こちらのリバービュー、そして新しくできました K アリーナがすぐ横にあります。コンサートの時は本当に便利ですよね。はい、そして奥にですね、これ新横浜駅ですね、プリンスホテルが見えますね。はい、視界がすごく広がっていていいですね。今日は24階でございます。はい、そして部屋、こちらにですね、リビングのようなエリアがありまして、大きなソファーかっこいいですね。そして反対から見るとこのような感じのお部屋となっています。はい、このねベッドボードインパクトありますね。そしてこのライトもですね、はい、いいですね。ちょっとカハラに来たような感じもしますね。そして Bluetooth スピーカーと、こちらが、はい、分かりやすいですね、ランプがですね。そして USB は C タイプがついています。はい、とっても素敵です。こちら大きな壁掛けテレビとなっています。いいですね。では水回りの方に行ってみましょう。はい、こちらはちょっと面白いんですけれどもね、扉がこうやって開くタイプなんですね。はい、面白いです。こっちも半開きになってますので開けちゃいますね。なかなか珍しいですよね、こういうのね。だいたい引き戸が多いんですけどね。はい、そうしましてこちらが水回りのエリアとなっています。大きなシンクがあります。それではバスルームの方に先に行ってみたいと思います。中入っていきましょう。はい、洗い場付きのバスタイプとなっています。こちらがレインシャワー、そしてハンドシャワー、そしてアメニティはイギリスのクラブツリー&イブリンです。甘い香りのとても性能のいいものですね。はい、そしてバスタブがあります。深さはありますけど長さはちょっとかなっていう感じがします。はい、そしてこちらに、はい、温度調節できますね。ちょっとやっぱりね、ここヒルトンっぽくないですね。ちょっとそれが面白いですね。いい意味でですけどね、もちろんね。はい、そしてこちらタオルが3枚ずつありますね。ヘアドライヤーもあります。そしてここにね、タオル掛けがあるのが私は好きです。そしてシンクも結構立派ですね。はい、大きなものが入っています。ハンドタオルが3つ、そしてこちらに石鹸ですね。クラブツリー&イブリンです。そしてこれ面白いですね。はい、グラスが色違いで間違えないようにね使う方がということで配慮があります。そしてヒルトンでね、マーガレット・ジョセフィンのこのドライエスキューのアメニティが入っているのは珍しいですね。バスソルトもヒルトンではなかなかないですよね。はい、そしてマウスウォッシュも入っています。ここ開けますと、はい、カミソリと歯ブラシが入っています。やっぱりこれヒルトンっぽくないですね。ここね、やっぱりケンコーポレーションさんのホテルのそういうものが入っているような気もしますね。はい、そしてここが開けてみますと、はい、トイレとなっています。こちらも
広さがありまして、はい、このアートも素敵です。自動になっておりますね。いいですね。はい、ここから見るとこんな感じで大きな鏡がありまして、広さも結構ありますね。いいですね。はい、そしてこちらがですね、はい、ちょっと素敵なアートがかかっておりますけども、はい、お水が瓶のものがありまして、そしてこちらはね UCC のドリップコーヒーですね。はい、最近これ多いですよね。はい、ネスプレッソからちょっと変わってきてるような気もします。はい、そしてこの重厚な扉があって、ここ開けますと上から、はい、グラスもいいものを使ってますね。そして、はい、コーヒーカップもいいです。日光のものを使っていますね。マドラーもちゃんとありますね。はい、そして冷蔵庫はこちらからとなっているようです。一番下は暗いですがアイスペールとケトルがあります。はい、ちょっと暗い空間ですね、ここね。はい、そしてこちら、はい、空間があって、これ金庫ですねがあって、ここは何にもないです。ちょっと暗いですね、雰囲気的に。で、下も開いてる感じでございます。はい、そして入り口の方はこちら上にですねバスローブがありまして、ハンガーの数がたくさんあって、私はこれ結構好きですね。はい、ちょっと量多いかなと気もしますね。そしてバゲッジラック、そしてこちらにパジャマですね。はい、セパレート、上下別タイプとなっています。そしてこちらにこれはシューミットですね、靴磨き。そしてこれはアイロンですね。はい、そしてランドリーの袋と伝票があります。はい、そしてこちらに使い捨てのスリッパ、ちょっとふかふかしたタイプです。後でまたお見せしたいと思います。そして傘がありますね。はい、そしてリセッシュがあるヒルトンも珍しいですね。はい、そしてアイロン、これボードですね。はい、ということになります。こんな感じですね。はい、以上ですね。こちらお部屋なんですけれども、とってもエレガントな感じでヒルトンっぽくないですね。はい、それが私は好きですね。ちょっとカハラに来たような気もしますね。横浜の同じホテルですけどね、ハワイの名門カハラリゾートのデザインのテイストにちょっと似てるような気もします。はい、以上お部屋でございました。さて続きまして、このホテルの一番基本となるお安いお部屋、デラックスルームをちょっと見せていただくことになりましたので、そちらに見学行きたいと思います。こちらのお部屋タイプは低層階となりますデラックスルームというお部屋となります。ビューはですね、先ほどのお部屋と反対側、みなとみらい側の景色となります。こちら川は見えませんが、景色としてはこれでいいんじゃないかなという気がいたしました。またこちらのお部屋なんですが、シャワーカーテンのお風呂っていうのがちょっと寂しいと思いましたね。こちらは夜景も綺麗なのではないでしょうか。続きまして5階にありますフィットネスクラブの方に行ってみたいと思います。こちらも宿泊者無料、24時間営業で使えるジムとなっています。はい、まずランニングマシンが4台見えてきました。こちら景色を見れますのでね、とっても素敵ないいランニングができるんじゃないですかね。そしてバイク、はい、そして奥がウェイトのコーナーとなっています。重たさも十分ありますね。ダンベルも種類があるようです。そしてロビー階に降りてきました。こちらはメロディー、カフェとバーを営業しています。とっても天井が高い素敵な空間となっています。そしてこのお花のアレンジメント、素敵ですね。店内ではバーテンダーがシェーカーを振りながら素敵なカクテルも出してくれます。日中はアフタヌーンティーの用意もあるようです。そしてこちらがオールデイダイニングの
パレードです。こちらはビュッフェレストランとなっております。開業当日のディナービュッフェですけれども、ローストビーフもとっても美味しそうですね。そしてメニューが大変充実しておりまして、種類が多かったです。こちらは朝、ランチ、ディナー、そしてデザートビュッフェもあります。こちらは2階にありますレストランオーシャンミラノです。入り口はウェイティングバーとなっています。店内では美味しいシーフードとローストビーフが楽しめるレストランとなっています。こちらは夜は16,000円と2万円のコースがありました。続きましてクラブラウンジの方に戻ってまいりました。こちらでは夕方の17時から20時までカクテルタイムを楽しむことができます。しかしこの雰囲気いいですね。さてリキュールから紹介していきたいと思います。ウイスキーとリキュールこんな感じです。そして赤ワイン、白ワイン、スパークリングワインも用意されています。こちらは冷蔵庫の中、アサヒの樽生、スーパードライ、そしてニューヨーク、ブルックリンやイタリアの外国産ビールの用意もありました。ノンアルコールビールもありますね。そしてノンアルコールのスパークリングワインもあります。こちらビュッフェボードなんですが、生ハムとチーズが用意されています。さてこちらカクテルタイムのお料理なんですが、こちらだけとなります。ホットミールも何もなく、ちょっと寂しいなっていう風に感じました。またオープン当日ということで宿泊ラウンジが大変混雑。私は4時半に行きましたけれども、席が満席でかなり待ってやっと席にありつけることができました。さて部屋に戻ってゆっくりしたいと思います。日もだんだん落ちてきて夜景も綺麗になってきました。こちら川沿いの景色とっても素敵ですね。それではご紹介してなかった客室備品をご紹介しましょう。まず使い捨てスリッパふかふかでした。そしてこちらがナイティパジャマです。シンプルなデザインですけれども素敵です。そしてモッズヘアのドライヤーもありました。夜はとってもきらびやかな横浜の夜景が見れました。さて夜も更けてまいりました。それではおやすみなさい。さて朝になりました。おはようございます。今日もいい天気です。今日は早起きして朝一で朝食の方に行ってみたいと思います。こちらエレベーターを降りて渡り廊下を渡って違う棟にあるレストランパレードに向かっていきたいと思います。昨日の夕食でご紹介したビュッフェレストランのパレードとなります。まだオープン前ですがすでに何組か並んでいました。さてオープン初日の朝食の風景となります。こちら焼きたてパン、キッシュなどがオープンキッチンに並んでいます。活気がありますね。そしてワッフル、パンケーキ、こちらとっても綺麗で楽しいものがありました。そしてサラダ系、なんていうんですかね、デリカッセンっていうんですかね、そういったものですね。生ハム系、そしてこちらも洋食のデリカッセンです。大変美味しい種類のものがたくさんありました。こちらはフルーツ、そしてチーズが種類がたくさんありました。そしてサラダ、ドレッシングも種類多かったです。こちらが洋食のホットミールです。卵料理、種類がありますね。そして付け合わせのソーセージ、ベーコン、カリカリベーコン、こちらも本格的です。そしてこちらパンコーナーもですね、こういう箱に入ってとても綺麗ですね。種類もたくさんありました。マフィンも美味しそうです。そしてこちらは蜂蜜です。
はい、こちらですね、シリアルにかけて混ぜて食べたり、ヨーグルトにかけたりして頼むようなものですね。はい、こちらヨーグルト、フルーツ系も合わせていただけます。そしてこちらがドリンクコーナー。はい、ジュースも美味しそうです。デトックスウォーターがとっても綺麗ですね。私はオムレツを焼いていただくことにいたしました。さてこちらが和食コーナー。こちらもですね、大変充実しておりました。シューマイ天津、そしてさつま揚げ、はい、とっても美味しそうですね。こちら和食だけ食べてもお腹いっぱいになるぐらいいろんな種類がありまして充実していると思いました。ヒルトンでこれだけ和食あるのも珍しいですよね。さてこちらが旅蔵の本日の朝食でございます。エッグベネディクトもいただきました。そしてこのデリカッセンのようなサラダ美味しかったですね。パンケーキ、そしてこちらもデリカッセン、種類もたくさんあります。そしてフルーツ、とっても甘いフルーツが厳選されていました。このコーンスープも美味しかったです。こちらでもうお腹いっぱいとなってしまいました。朝食は7時からなんですが、どんどんお客さんが入り、ほぼ満席になって活気がある朝食会場となっていました。最後にはお持ち帰り用のコーヒーもあり、満足でございます。さて私はですね、クラブラウンジの朝食も気になったので、早速ちょっとクラブラウンジの朝食を覗きに行きたいと思います。さてこちらクラブラウンジでございます。昨日のカクテルタイムの混雑があまりにひどかったので遠慮したんですが、朝食はガラガラでございます。4組5組ぐらいしかお客様がいらっしゃらないような感じでした。内容は同じような感じですが、こちらの方が品数が少ない感じがいたしました。そしてこちらの違いがですね、この蜂蜜を、こちらスプーンですくって食べられるという、そういうクオリティの高いものが用意されているところが違うそうです。そして冷蔵庫の中にはヨーグルトや紙パック、そして R1 のドリンクなどが用意されていまして、こちらスムージーもありましたね。こちらが充実しているそうです。さて本日は2023年9月24日グランドオープンヒルトン横浜をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。では場所の確認を再度していきたいと思います。こちら横浜駅の東口からスカイデッキ経由で徒歩約13分。ちょっと最後分かりにくいかもしれません。今歩道橋を新たに作っているそうです。またはみなとみらい線新高島駅から徒歩5分という距離となります。横浜アンパンミュージアムの隣といえば分かりやすいかもしれないですね。いずれにしても東口からそごうの方、こちらエスカレーターを上がって通路をまっすぐ行ってください。そうしましてそごうの上まで出てしまえば、このように視界が広がっています。日産の本社ビル、そして富士フイルム、そしてその横にですね、ミュージックテラス、ヒルトン K アリーナが見えてきます。こちらでデッキでゆっくり歩いていくのがいいかと思います。もしくはタクシーの方が早いと思います。さてそれでは実際に宿泊してみた正直な感想をお伝えしたいと思います。まずこちらのホテルなんですけれども、ヒルトンの直営ではなくてフランチャイズという形になります。今回は不動産の大手ケンコーポレーションによるものとなります。こちらの会社、ホテルにも大きく手を広げておりまして、自社ブランドのプレミアホテル、
もしくはホテル山楽などを運営しています。または海外グアムではハイアット、ヒルトン、日光などを手掛けておりますし、国内のホテルでも多数あります。同じ横浜でもハイアットリージェンシーを運営しているホテルとなります。今回ですね、フランチャイズということでヒルトン本社側からヘルプがほとんど来てない中、よくもここまで素晴らしいサービスをしたオペレーションをしたなっていうのが私がまず感心したところです。皆さん若いスタッフが多いんですけれども、親切丁寧、そして所作、言葉遣い、お辞儀がとても綺麗でとっても丁寧です。よっぽど練習されたんだろうなっていうことがひしひしと伝わってきて、すごく誠意を感じることができました。またどのスタッフと聞いても心がこもったサービスをしてくれます。そしてみんな必ず笑顔でニコッとしてくれるんですよね。これ本当にね、素晴らしい教育だなっていうふうに思いますし、エグゼクティブホテルのように会話の最後にですね、その他何かお困りなこと、何かお手伝いできることはありますかっていうことを必ず嫌味なく言えるところ、こちらは素晴らしいなと、そんな風に思いました。またホテルのロビーもヒルトンっぽくなくて私は好きです。アールデコ様式を最新デザインに取り入れた横浜デコという独自のスタイルを作って、とっても素敵な雰囲気となっています。ロビー、客室、どこにいてもヒルトンっぽくないところが私はとても新鮮な気持ちで滞在を楽しむことができました。だけどもどこかしらからヒルトンの香りがして、ヒルトンだなっていう安心感があったりしてね、その辺は私はとっても好きなところでございました。さて、いいところばっかりお伝えするのもあれなので、ちょっと私の個人的な感想をちょっとお伝えしていきたいと思います。まずクラブラウンジなんですけれども、カクテルタイムのフードがちょっと少ないんじゃないかなって私は個人的に思います。ただドリンクの種類は特にジュース関係ですね、ノンアルコールの種類がすごくて、これはねなかなかないなと思いました。素晴らしいと思いますね。飲んでももう全部飲めないぐらいいろんなものもありますし、お酒もですねいいもの置いてあったかと思いますので、その辺はいいかと思います。あとオープン当日ということでラウンジがカオス状態になっておりまして、もう大行列、そして席も座れない状態がずっと続いていたので、これはなんとかですね、休前日、そしてコンサートの日なんかは大混雑すると思うので、予約制1部2部3部などそういう方式をとっていただきたいなって、そんな風に思いました。また客室で1点だけ気になったのは、隣の部屋がですねの方がもしかしたらうるさいだけなのかもしれませんけれども、ドアを開けるたび閉めるたびにですね音が聞こえちゃうんですよね。これはちょっと不思議だなと思いました。ただ隣の物音やテレビの音なんかは会話のそういったものは全く聞こえないんですね。ただドアを開けたり閉めたりする音だけが聞こえてきて、ちょっと気になりました。また夜フロントにいる方の男性のスタッフ何名かとお話をしたんですが、接客や対応が今一つでした。なんかね、昼間いる方は皆さん素晴らしい対応と会話力なんですけれども、夜の方との差がですねあまりにも大きくて、ちょっとびっくりしました。これは何なんでしょうか。まだ新人を夜に入れてるせいなのかなっていう気がしましたけれども、ただ一生懸命やってるのは伝わりましたので、とっても嫌な気分にはなりませんでしたのでご安心ください。さて、こちら世界最大級2万席の最新の施設を入れた音楽ホールを模したホテルとなります。今後ですね、いろんな使われ方がするかと思いますし、本当に楽しみな施設ができました。皆さんもぜひお越しになられてみてはいかがでしょうか。さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの番組が役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の番組でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。